今回は新鮮なカリフラワーが手に入ったら作りたくなるカリフラワーとじゃがいものドライカレーを作ります。揚げるという一手間かけることで食材の甘みが引き出され、野菜本来の味が楽しめるとても美味しいレシピです。新鮮なカリフラワーが手に入ったらぜひお試しください。まずはフライパンに多めの油と一口大にカットしたじゃがいもとカリフラワーを入れ、コンロの火をつけます。油が温まってからじゃがいもを入れると中まで火が通らず表面だけ焦げてしまうことがありますが、低温からじっくり揚げると中までしっかり火が通り、揚げ色もきれいにつきます。この方法でじゃがいもをくし切りにして揚げれば簡単にフライドポテトもできますよ。じゃがいもとカリフラワーにようじを刺してスーッと中までスムーズに刺されば油から揚げます。ちなみに素揚げしたカリフラワーをそのまま食べると甘くて美味しいですよ。これができるのも作った人だけの特権ですね。揚げたじゃがいもとカリフラワーにターメリックパウダー小さじ4分の1を振りかけ、全体に行き渡るよう優しく混ぜます。続いてフライパンにギー大さじ1、油大さじ1を入れます。ギーがしっかり溶けたらスパイスが一気に弾けないよう一旦火を弱火にします。そこへベイリーフ2枚、クミンシード小さじ1、マスタードシード小さじ1を加えます。クミンやマスタードシードは弾けやすいので手早くやりたいところです。スパイスの香りがしてきたらみじん切りにした玉ねぎ1/2個分を加えます。そして火力をフライパンからはみ出ないほどの強火にし、早く炒められるよう塩小さじ1を加えてよく炒めます。まだまだ。これでもまだまだ。あともう少し。このくらいまで炒められればいい感じです。目安として何分炒めたか測りましたら、玉ねぎを加えたところから約5分でした。次にニンニク2から3個、生姜はニンニクと同量になる量、青唐辛子2本をみじん切りにし加えます。さらに 1,2 分炒めます。そして火力を弱火にし、コリアンダーパウダー小さじ1、レッドチリパウダー小さじ1、ガラムマサラ小さじ1/2の1。ここでガラムマサラを半分の量にしているのがポイント。野菜の素材の味を感じたいのでガラムマサラを少なめにし、シンプルに仕上げるのが私なりの美味しく仕上げるポイントです。30秒ほど炒めたらカットしたトマト1個分を加えて、形がなくなるまで軽く潰しながら炒めます。しっかり炒められると水分がなくなりフライパンに張り付きやすくなるので、大さじ1程度の少量の水を加え、炒めては水分が蒸発、少量の水を足して炒めては水分が蒸発を 3,4 回繰り返すとマサラ全体がひとまとまりになり、日本のカレーでいうところのルーが出来上がります。今までいろいろなレシピをご紹介してきましたが、この作り方が基本のインドカレーの作り方で、本場のインドでもこの工程を時間をかけてやっています。さあ完成まであともう少しです。最初に揚げたカリフラワーとじゃがいもをフライパンに戻します。マサラが全体に行き渡るように混ぜて炒めます。野菜はすでに火が通っているので全体に味が絡めば OK です。最後に刻んだパクチーを加えて軽く混ぜます。パクチーが苦手な方は代わりにカスリメティを入れるのがおすすめです。味見をして塩で味を整えるのもお忘れなく。そうしたら出来上がりです。音声はここまでになります。最後の美味しい瞬間は画像でお楽しみください。ありがとうございました。